皆さんこんにちは。日本語教師の手塚です。今日のテーマはオノマトペです。まずはこんな文を見てください。昨日部屋で音楽を聴いていたらさーっと雨が降り出したので、さっさと窓を閉めようと思い、さっとカーテンを開けたらささっと猫が逃げていった。いかがですか？日本人はよくオノマトペを使いますが、このようにそっくりな言葉ばかりで違いがよくわからないという人も多いですよね。そんな皆さんのために今日はゲストを呼んでいます。実は日本人の頭の中には忍者が住んでいるのですが、今日はオノマトペの解説をするために特別に頭の中から出てきてもらいました。今回はこの忍者がどう動くかに注目して、こちらの4つのオノマトペの形とその特徴を考えたいと思います。この動画を見てオノマトペを見たり聞いたりしたときに具体的にイメージできるようになりましょう。1つ目は A とです。A のすぐ後に小さいつとがある。このオノマトペの形はとても短い時間の変化を表します。ですからこの時、ここにいた忍者がすぐに消えるイメージです。例えば、パッと花火が光ったは、1秒ぐらいのとても短い時間、花火が光ってすぐ消えたという意味です。2つ目は、とです。A の音を伸ばして、その後に小さいつとがある。このオノマトペの形は少し長い時間の変化を表します。ですからこの時、ここにいた忍者が少し長い時間をかけて消えるイメージです。例えば、カーッと暑くなってきたは少し長い時間をかけて暑くなってきたという意味です。3つ目は A とです。A の音を2つ重ねて、その後に小さいつとがある。このオノマトペの形は短い時間の中で同じ動作を行うことを表します。ですからこの時、忍者が手裏剣を次々に投げるイメージです。例えば、積んでいた荷物がザザッと崩れるは、短い時間の中で2、3個の荷物が落ちて崩れてきたという意味です。4つ目は A とです。A の後に小さいつ、そしてその後に A とがある。このオノマトペの形は短い時間の中でいくつかの動作を行うことを表します。ですから、この時、忍者がすぐ手裏剣を投げて、すぐ鎖鎌を回し、すぐ巻き菱を巻くイメージです。そして、難しいこと、普通は時間がかかることも短い時間でやるという気持ちがあります。例えば、花瓶のほこりをパッパと払うは、短い時間の中ですぐはたきを持ってきて花瓶を棚から下ろし、はたきでほこりを払うという意味です。はい。ここまでオノマトペの4つの形とその特徴を学びました。では、最初に出した例文を使って復習しましょう。昨日部屋で音楽を聴いていたら、さーっと雨が降り出したので、さの音を伸ばして、その後につ、とがあるオノマトペの形は、忍者が少し長い時間をかけて消えるイメージで、少し長い時間の変化を表しましたね。ですから、さーっと雨が降り出したは、天気が少し長い時間をかけて変化をしたという意味です。さっさと窓を閉めようと思い、さの後に小さいつ、そしてまたさがあるオノマトペの形は、忍者がいろいろなことをするイメージで、
短い時間の中でいくつかの動作を行うことを表しましたね。ですから、さっさと窓を閉めようは、短い時間の中ですぐ立ち上がって窓を閉めようという意味です。さっとカーテンを開けたら、さのすぐ後につとがあるオノマトペの形は、忍者がすぐに消えるイメージで、とても短い時間の変化を表しましたね。ですから、さっとカーテンを開けたは、1秒くらいでカーテンを開けたという意味です。ささっと猫が逃げていった。さの音を2つ重ねて、その後につとがあるオノマトペの形は、忍者が手裏剣を次々に投げるイメージで、短い時間の中で同じ動作を行うことを表しましたね。ですから、ささっと猫が逃げていったは、猫がすぐ逃げてどんどん遠くへ逃げるという意味です。はい、いかがでしたか？今日から皆さんの頭の中にも忍者が住んでいますね。そっくりな言葉ばかりに見えるオノマトペも、こんな風に形の持つイメージを覚えれば理解しやすくなると思います。今日紹介した4つの形のオノマトペは他にもたくさんあるので、ぜひ忍者をイメージしながら勉強してみてください。メッシュクラスでは私や日本人の先生たちと1対1で会話ができます。日本人と仲良くなるために自然な日本語表現を学ぶコースや発音をきれいに直すコース、習った文法を使いこなせるように練習するコースなどがあります。まずは25分で会話のお試しできるコースから始めてみませんか？ぜひこれらのコースもチェックしてみてくださいね。そしてこの動画がいいと思ったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。